ツアーやった時は弘前城の北門の中にある公園のとに武家屋敷ありますけど和式です。笹森家だけ一軒だけ洋式ありますけど、あとはトイレお借りできるコンビニも何も。はい。キャラクターまで作ったんですよ。みんなが反対意見。アイス食べていただく前に、屋台のね、青いカランカランのあれ、昔の別々だけじゃん。パッとね、オーナーがね、写真撮りとかね、あと料金の中にアイスランドです。弘前市で一番お土産の種類の多いのは韓国シャクションだ。何年前か、7、8年前に弘前大学一番の家ですけど、全部長坂町、笹森町、浦野市町、全部侍町、ほとんど侍町になってます。北の防備をやっぱりやる。多分ね、どうしてずっと最後まであったのかわかんないんですけど、私からの江戸期の中期になるかもうロシア戦来てます。そういうのがね、買えなかったんでね、いい風をで、トイ行くのは、本当はここ行くんですけど、今日、休みなので、散って、これを通って、で、今日ここもパスして、もう一軒見た方がいいかなと。大自然さん。弘前の町の説明の中でよくしているのは、戦争のことを考えて、要するに関ヶ原の後に作った町なので、戦争のことを考えているので、道を歩いてみるとすごくよくわかりますよっていう話をします。で、ここで振り返ってですね、あそこ、一回こっちに曲がってる木、大体殿様俳優の木のどうじゃないですか。どうだって曲げるんだろうって、ずっと俺も不思議だったんですよ。大体曲がってるところにね、やるとね、石が出てくる。これなんかこう、強制的に曲げてるのかな。石もともと盆栽だったって聞いたことあるけど。盆栽。建物の話はそうしないで、何年にできたかっていうのは大体看板になるんで、看板見てもらってですね、あとですね、これがですね、これが古い魚のかつおの作り方のうち、もうちょっとあっち行くといいお家が一軒あるんですけど、木をですね、横に曲げて、横にまっすぐでなくて木を横に曲げながら、枝を横に曲げながらやります。サワラは日本の固有種なので、前に10年ぐらい前にあったんですけど、やっぱり20メーターぐらいになっちゃうんですよ。まっすぐ伸びると。で、これを曲げながら作ってて、弘前市内にサワラの木を曲げて垣根を作っているのがすごく少なくて、どこで見られるかというと、板柳とか鶴田とかね、あっちに行くと見れます。だからそういう垣根を持ってるお寺を作ります。で、ちょっとここは文化財から手入れがあるんですけど、表からは見えないようにして、裏は見えるようにします。それが女性の人にも戦ってもらうから。ちょっと研修できましたんで、市内で、さあ、ここで侍になってきました。私は、今だけが、岩田先生のお母さん。で、昔は身分がありますんで、侍の言葉と商人の言葉が違う。じゃあ今はごめんくださいですけど、当時はね、お頼み申すが、お武家さんのごめんくださいはお頼み申すのでね、お頼み申す。頼むお喧嘩。頼み申すというと、まず最初にいらっしゃいませと出てくる人がいます。ここでよくくじやってました。一番最初に出てくるのはこの
柴さんも後で言う前に言います。似たような作りなので、商家だと思うわけでしょ。安心して。侍の家じゃねえなと思うでしょ。侍の家じゃねえと思うけど、後ろはみんな命がけの侍の家ばっかりですからね。油断させるっていうのがあります。で、ここで一応お話をすると。で、敷いてあるところが立派なので、でも大体こういう感じの庭が、必ず侍の家の前には小さな庭を作っています。床の間の前に。要するにテレビも何もないですから、多分ここで、外を眺めながら。で、必ず日本の方も今座りませんけど、お庭見てる人には正座してみてくださいと。私らの目の視線だなと。この視線でお庭作ってますんでね。階段は外してなくて、よく階段作ったものは取っちゃいましたけど、もうこのまま残しましたけど。で、身分格式がありますので、当時スーパーも何もありませんので、おどけさんの家にはね、御用機器が回ってました。酒屋だとかいろんなところがこういう形になってます。あとね、冬対策でこれは無双姉妹なので、冬は多分ここに内側にむしろかなんかやって、これですからね、寒くてね。屋根がね、ここ板張ってますけど、これ綺麗な板ですけど、本当は川崎さんに行くともう波打ってるよね。波打ってるような。梅田家もそうですよね。ひどいもんですよ。カンナでなくて長名掛けですよね。長生寺さんもあれ長名掛けしてますよね。綺麗にね。槍も弓も鉄砲も鎧も。で戦争だって弘前城で太鼓かなんか鳴ればわーって走っていくと、あそこの北門が弘前公園の弘前城の中で一番大きな武器庫なんで、そこを見てですね「春菜君ね」ってで君なんとかで槍とかって渡されるんです。あとここだけとかね「君はちょっと小隊長だからじゃあこれも貸してやるか」さあ貸してもらいます。藩からじゃあ武器や鎧を借りた花田君はどうやって藩にそのお金を返すんでしょうか。借りたものの借賃をどうやって返すんでしょうか。花田君は戦争だって言って槍と胴巻き借りてきたんですけど、どうやって返せばいいんでしょう、藩に。分かりました。青森県内にね、寺子屋400ぐらい、最盛期400ぐらいありましたんで、相馬かなんか行くと畑の真ん中にありますよね、寺子屋のなんとかっていう看板が。私一回行ったことありますけど、こんなとこに寺子屋がっていう寺子屋ありました。あと観光客の方に言うのは観光館のところに出汁展示館があって、あそこもタダで入れますけど、出汁ゆっくり見たことありますか。ね、あれみんな中国の古事とかからみんな撮ってますよね。ってことはそういうのを理解できてたってことですよね。で弘前藩の場合は結構上の者が下に教えていたらしく、ですから12代目の殿様継明の時に明治政府方につくのか徳川方につくのかって、結局明治政府方になりましたけど、藩内で大論争にはならなくスムーズに決まりましたよね、割と。ここに七七馬がさんもね刀が置いてますけど、ここに置いても置いても置いてもどこで置いても食べられないんですけど、ツアーの時は平上酒造さんのお酒試飲できるように手配してるので、飲める方にはちょっとね小さいカップで飲んでいただきますけど、あと休憩はそこのトイレ休憩じゃね歩きにくいんですよ。でここにこの下駄の刃と刃がこうやってすり込んで下駄してますけど。
下駄の刃の間に溜まった石、ね、雪を落とす下駄石、これがね、小学校では町中にありましたけどね、今、弘前市内で残ってるのここだけ。で、僕はいろいろ勉強してましたけど、津軽にね、津軽はすごい結界を張ってる都市です。津軽は風水ではなくて、ちゃんと陰陽道の設計をしてる。ですからよくほら、肝、裏肝が長生寺でとやってるじゃない。さっきお話ししたように、岩木さんはこちらで、基本的にはそういうのはないはずなんですけど、180だけで、1000もの方が、とにかくね、侍の家はみんな藩がつくところなんですよ。で、この1756年のお屋敷の建宿っていうのがね、残ってて、これちょっと調べればすぐ出てくる。こんにちは。おはよう。花田です。ちょっとお客様連れてきたんでいいですか。ですから明治までのお家で投げ石を持っているし、今日行きませんでしたよ。石場家もね持ってます。商家なんですけど、侍の。中期までは日本は食事は1日2回です。江戸中期からね、3回になってきます。で、これが基本的なご飯のパターン。百石鳥以下はだいたい一汁一菜、ご飯と味噌汁とお茶、漬物、おかず。おかわりできるのはご飯だけ。だからだいたいご飯はここにね、藤田アイス店があります。ちょっと行ってみましょう。長崎に詰めてからして感じでこうやっていただければよろしいかと思います。それでちょっとまあぶっこいですけど色添えしたければ少しこうしてっていう感じでちょっとやってみてください。多分お一人ずつ持った方が美味しく召し上がれる、楽しいと思いますので、どうぞお一人ずつお入りになってどうぞ何でも好きなように持っていただいてやっていただければいいのかなと思います。でまたこれをやってお食べになったらまたちょっと引いてみ方も起きますので、いくらでも引いて中に入ってください。
大丈夫です。家電風ですよ。いや本物はで、どんな音もないんですよ。中身は入ってますから。本物に探すから。みんな好きな